ご理解第31節。信心する者は木の切り株に腰を下ろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよ。遊興の世界にも一宿一般の恩義に命を懸けて恩に報いると聞く。教祖は信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き、信代もでき、一年勝り大勝りのおかげを受けることができるぞと教えておられる。命で感ずる者すべての恩のことである。神の大恩を知ればと教えてくださいます。神の大恩。私が修行に入らせていただいたとき、師匠に今日から修行に入らせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますとお届けに参りました。その時に、その日のご理解が確か78節だったと思います。神の大恩を知ればですね。その神の大恩を分かる、そのことのために修行をしなさいと。その修行の眼目を神の大恩が分かるというところに焦点を置いて修行をさせていただきなさいとご理解いただきました。そしてもしその神の大恩が分かれば、あなたが助かるばかりではなく、あなたの親御さんも助かる。また周囲の人たちも助かっていくようになる。だから神の大恩が分かるということに焦点を置いて修行をさせていただきなさいと。そして今朝のご理解をもう一度いただき直しなさいというようなことをいただきました。それは昭和57年6月、あれは3日でしょうかね。6月2日の公養会に戸田さんに連れてってもらって、そのまま修行に入らせていただき、お届けをさせていただいたのは確か6月3日だと思います。ですから昭和57年6月3日の朝のご理解ではなかったかと思いますが、そしてまた今日その神の大恩ということが信心して神の大恩を知れば無事達者ですというここですね。神の大恩とは一体何だろうか。なるほど、お生かしのおかげをいただいている、命をいただいている、それもありましょう。また神様にお願いして願い通りのおかげをいただく、そういうこともありましょう。そればかりではない。やはりその自らの心を育てるということに焦点を定めないと、神の大恩、本当の大恩ということがなかなかわかりませんね。どうしても今ある現状から抜け出そうといたします。抜け出すことがおかげであるように思います。難儀を抱えている。その難儀から抜け出すことがおかげだと思う。実はその難儀そのものがおかげだと。困った世界にいる。その困った世界にいる中で心を開いていく。心を磨いていく。そのことのための今だと。難儀だというようにいただけれるようになると。それこそこのことのおかげで、この難儀のおかげでこういう心を開かせていただきました。こういう大きな心に、豊かな心に、泥の心を身につけさせていただくことができました。天の心を稽古させていただくことができます。日月の心の精進、実意な心を
稽古させていただくことができます。この難儀のおかげでということになった時に初めて本当の意味でのあれもおかげこれもおかげであった。ああ、神様の私の心を育ててくださろうとする働きであったということがわかるようになるのではないでしょうかね。しかし世の中には大変難儀をしておられる方もおられます。昨日ある方からEメールをいただきましたが、大変難儀をしておられます。それはある意味難儀を背負ってこの世に生を受けるということがあります。何か障害を持って生を受けるといったようなことですね。さあ、こういう時にもその障害を背負ってこの世に生を受けた、そのことも神の大恩なのかと突きつけられますと、さあどう返事をしてよいのか分かりませんね。しかしそういう中にあっても、これも神様の大恩の中の出来事なのだと。例えばそれが私どもがこの世に生を受けたこの世だけのことを見れば難儀なことだと、生まれながらに難儀なことだということになりますけれども、もっと長い目であの世この世を通して、または前世のこと、あるいは来世のことなどをからしますと、今世でこういう境遇にあるということは、今世においてはこういう境遇の中で心を磨いていけということだなということになります。前世ではどういう境遇であったのか、また来世がどういう境遇であるのかは分かりませんけれども、少なくとも今この世にいる間はこういう境遇の中で心を磨いていけということだと。その心を磨くということに焦点が置かれませんと、どうしてこういう境遇に私だけがこんな中に生かされているのかと、自分の運命というようなものを恨む心がやはり起こってまいります。大変難しいところですね。神様のおかげをいただいて生きさせていただく、あるいはたとえそういう境遇の中にあっても神様のおかげをいただいているのだというその実感をいただかなければ、やはり心が助かりませんね。どういう中においても神様のおかげをいただいているという実感がまずなければいただけません。その方に返事を出させていただきましたけれども、今朝その方のことをお願いさせていただいていましたら、間違えたと思いました。それは名前を間違えてしまったのです。最初はちゃんと書いてたのですけれども、その手紙の本文の中で相手の方の名前を間違えてしまったのです。あれ、どうして間違えたのだろうかと思いました。実はその方とよく似た境遇の方のことを思わせていただいたのですね。A さんという方です。B さんという方から手紙が来た。そしてその返事 B さんに書く
返事に A さんと書いてしまったということなのですが、さあこれはどういうことなのだろうか。神様がどうしてわざわざ間違えさせなさったのだろうかと思いました。そしてはっと思わされましたことは、ああ、私が返事を書こうとしたときに、もう神様が働いておられたのだなと。わざわざ名前を間違えさせなさった。これはもう神様がお働きくださってあるという証拠だなと思いましたね。なるほど。障害を持っておられる方たちが、その障害が神様にお願いしたからなくなったというわけにはなかなか参らないでしょうけれども、そういう障害の中においても神様のおかげをいただいていくことができる。そういう道がある。そういう中でも神様のお働きを実感していくことができるはずだということなのですね。ホームレスの方たちがおられます。テントを張って過ごしておられます。その方たちがおかげをいただくというのが、ホームレスから足を洗うというのでしょうか、普通の人に戻る、そういうおかげをいただくことだろうかとも思いますけれども、もう一つはそのホームレスの生活の中でも神様のお働きを実感できれる道があるわけですね。要はその生活が変わるとか、病気が治るとか、難儀から抜け出すとかいうこともありましょうけれども、そればかりではなく、そのおる立場というのですか、その境遇の中で神様を実感していくということが大切だということですね。今ある自分の境遇の中で、その一つ一つに神様のお働きをいただいておるということを実感していくこと。たとえそれがどういう中であっても、その日その日のおかげをいただいていけば立ち行こうかということですね。境遇が変わることがおかげではない。その境遇の中で一つ一つのことに神様のお働きをいただき、それを実感していく。その体験の積み重ねが、その境遇の中でも心が助かっておられるという世界が開けてくるように思いますね。まずは神様のお働きを実感として感じる。感じさせていただく。そこからのような感じがいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。